Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は14は苦行なのかとある意見に反論します。今回久しぶりに動画に長文のコメントがつきました。何日か前に出した動画で高難易度の霊式に野良で攻略中に誰かがギミックミスした時に申告がなくてモヤモヤして不安になるし、攻略するために相談して改善するための要因になるから話してほしいのに何も言わないからモヤモヤするからどうしたらいいのっていう相談を受けてたので、それに回答していたんですけど、その動画のコメントの中に長文があってふと目に入ったんで、読んでたんですけども、なかなか興味深い内容と、それヨシピーに言えよっていう内容だったんですが、一ユーザーとして思うところがあり、自分の意見も主張したいので申し訳ないけど乗っかって反論したいと思います。まずそのコメントを読み上げます。初めてコメントします。虎城さんの動画いつも興味深く拝見しています。この度の動画を見て思ったことは、根本的に大勢でやっていて誰かが1個でもギミックをミスしたら失敗するというのは本当に面白いゲームだと言えるのだろうかということです。ゲームなんだから総合的に最後に成功してクリアできたら特に問題ないんじゃないでしょうか。たった一人たった1箇所のミスで失敗するのはもうそれは楽しい遊びではなくて苦行でしかないし、何度も説明して打ち合わせをして反省会もしてようやくなんていうのは楽しんで遊んでいる姿ではないんじゃないか。端的にエンドコンテンツだけを言うのではありませんが、ゲームは浮世のうさをパッと晴らせるような爽快痛快であるべきもので、ゲームは遊びであって楽しくなければいけません。例えて言えばディズニーランドのように 100% 楽しいことだらけであるべきです。しかるに14は様々なサイトや動画の話を見るにつけ、全員のために1人が失敗したり力不足だったりで迷惑をかけてはダメという極めて日本人な感覚、日本村社会的な1人が全員に迷惑をかけるなという恐るべき呪縛と、時間とお金かけてるんだから失敗して自分のお金や時間を無駄にするなという他人への意識のもとで、誰もがすごいストレスを抱えてそれでも楽しいとただ信じてひたすらに何かにすがるようにしてゲームをやっているように思えて仕方ありません。ゲームは仕事じゃないし人生の大切な何かじゃないんです。ゲームなんです。下手だろうが装備がしょぼかろうが自分が失敗しようが人に失敗されようが、ゲームで失うものは何もないんだから、もっとおおらかに遊べばいいだろうに。14というのは本当に面白いゲームだと言えるんでしょうか。嫌なこともあるけれど面白いんですよなんていうことが世の中のエンターテインメントに、前樹のディズニーランドにあるでしょうか。吉田プロデューサーさんのプロデューサーレターを拝見するとすごく作り手としての熱意は伝わってきますが、プレイヤーは実際14の中で多くの嫌な思いをしていると思います。避け系が上手にできないだとか、火力足らないとか、パーティー追放されたとか、吉田さんは14が抱えているプレイヤーに対するストレス課題ということに対してもっと取り組むべきではないでしょうか。この考え方ね、正直めちゃくちゃわかる部分はある。霊式とか高難易度って、それこそね覚えゲーなので、失敗しては同じこと何度も繰り返して、たまに俺は一体いつまでやり続けるんだろうって思う時はね正直あるよ。特に野良だと自分がパーティー募集出しても全然進行度の違う人が入ってきて、自分が練習したいところが何も練習できないっていうことなんて、ざらにあったし、その時は時間がもったいないと昔は思うことがありました。でもこの14の特徴は、一つのコンテンツをクリアするまでとクリアした後の達成感を誰かと一緒に共有することが一番楽しいと言えると思いますし、それが思い出になって後から笑い話として話せます。そもそもゲームといってもMMO とオフラインゲームではジャンルが異なります。14って MMORPG といって多人数参加型のゲームで、常に他人と接することのあるゲームです。ということは必然的に対人関係やコミュニケーションが生まれるわけであって、ゲームのシステム以外に接することがあります。それが MMO とオフラインゲームの大きな違いだと思います。ゲームがディズニーランドであるべきだって分からなくもないですが、ディズニーランドって1日か2日しかいないから全力で楽しめるんですけど、そこにずっと住めって言われたら何かしらの不満は必ず出てくるでしょう。一つの場所に長いこといるほど今まで見えなかったものが見えてくるし、そこに対しての不満や改善を求めることもあると思います。ゲームは遊びであって楽しくなくてはいけないという考え方が
楽しめない自分を作っていると思うのと、物事に対しての楽しいは個人差があります。例えば自分はフットサルにほとんど興味ありませんし、実際やったとしても面白くありません。足つって終わりです。でもフットサルが趣味で好きな人は、会社が休みの日に休日に友人とチームを組んで練習して相談したり改善案出したりして、別のチームと対戦して勝つためにチームプレイする。一つの物事に対して真剣に取り組む人たちがいて、興味ある人とない人でこれだけ感じ方が異なるのに、フットサルは遊びであって楽しくなくてはいけない。そうやって楽しみたい人もいるんだろうけど、勝つために真剣に取り組んだこと自体が楽しいと思える人もいるんで、そういった人に対して失礼だとは思います。これが MMORPG である14にも同じことが言えると思います。ゲームとはいえ一つの目標に対して協力相談をしてクリアを目指すって、コンテンツが難しいほどある程度真剣に取り組まないとクリアできません。一人でゲームを楽しむなら適当にやればいいんですが、14は多人数で協力してボスを倒す。特に霊式など高難易度コンテンツでは人と協力することを楽しむゲームだと思うので、そこをやめろっていうのであれば別に14に固執せずに単純にやらなければいいと思います。なぜならゲームは世の中に腐るほどあるんだから、選択肢はめちゃくちゃあるからです。最近の自分の考え方ですが、ゲームの時代は昔と変わりつつ、e スポーツにメタバースのように新しい時代を築くようなゲームの世界が広がる時代が来ていると思っていて、それが14にもあると可能性を感じています。自分にもよく悩み相談が来ますが、多くは対人関係のコミュニケーションについて相談が多く来ます。これオフラインゲームしてたら悩むことでしょうか。ゴッド・オブ・ウォーやってて神との関係がいつも殴り合いです。関係がうまくいく方法ありますかとはならないでしょう。さらにはボイスチャットを使うことでより親密に仲良くなり、現実でも友達ができ楽しみが増えるっていうこともあります。ゲームはゲームとおっしゃいますが、 MMO 特にファイナルファンタジー14はゲームの枠から突出しています。これを逆にただのゲームと捉えると、ゲーム内の対人コミュニケーションもおろそかになり、トラブルの原因にもなり、それこそゲームを楽しめなくなります。でもこの考え方を現実と同じようにした場合、対人である以上現実のようにコミュニケーションを図ることで現実に活かせることもあります。人との接し方やトラブルが起きた時の対処方法や、何かをクリアするために物事を調べて実践する能力は現実社会でも役に立ちます。自分の場合もそうで、会社員時代にゲームのチャットでタイピングが速くなったことで事務仕事を任されるようになったり、ゲームの攻略情報を調べては実践するということで調べる能力がつき、それを仕事に生かすと浅い知識でも幅広く持つことで様々な人と話すきっかけができて、コミュニケーション能力を鍛えたおかげで営業成績が伸びたっていうこともあります。要は個人個人の考え方一つで、たとえゲームの体験であっても生かすも殺すも自分次第っていうことです。で、話を戻しますが、全員のために一人が失敗したり力不足だったりで迷惑かけてはダメという感覚を感じたということですが、確かに霊式攻略とかでもたまによくミスしたり失敗する人がいます。で、自分もミスすることたくさんあります。これは現実と同じように捉えると、この空気感は簡単に解決すると思います。自分は歴史の人物の石田三成の旗印の言葉が好きです。大智大満大吉、一人が万民のために、万民は一人のために尽くせば天下の人々は幸福になれる。ちょっとね話が飛躍してしまいましたが、これが本質だと思っていて、誰でも失敗したりミスしたりすることはあるけど、その時は手を取り合って失敗した人は可能な範囲で改善の努力をする。そうすればお互いに理解できるよねっていう話だと思うんで、別にね迷惑かけたり失敗するのも別にいいし、ヘルプもするけど、次に少しでも失敗を減らすための小さな努力くらいは自分のためにした方がいいよっていうことだって話で、自分のためにすることが結果周りのためにもなっていることもあります。肝心な部分はこの小さな努力すら何もしないっていうことです。明らかに改善点分かっているのに全く何もしないってなるとヘルプしづらいよねっていうことです。ただ中には次に何をするべきか全くわからない人もいるんで、そういった人にはこうしたらいいよっていう声かけをすれば簡単に解決します。で、なんだかんだ言ってますが、答えはシンプルで、楽しければやればいいし、楽しくなければやらなければいいだけ。これだけです。
おそらく質問者の方は火力不足とかギミック処理がうまくできなくてパーティー追放されたっていう話を見て思い立って意見されたと思うので、それ自体は何か改善できることはあるのではないかが行動理念になっていると思います。ゲームはゲームだから楽して遊べるようにしようよって意見を述べるために真剣にコメントされてるんで、すでにその行為がただのゲームとしての考え方から脱線していると思います。なぜなら本当にゲームを楽に楽しんでいる人はそんな意見が出てこないからです。つまり質問者自身も実はただのゲームとして捉えているのではなく、改善の見込める MMO として意見をおっしゃられていると思うので、もう少し具体的にどうしたらこのゲームを改善して遊べるのか、意見をまとめて公式フォーラムなり運営に投げかけてみてはいかがでしょうか、というのがこのゲームを5年近く遊ぶ一非課生の意見でした。それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とらとらじろとらじろ、こんな感じに生きてゆくとらじろ温度。